11月も半ばを過ぎ、朝晩の冷え込みが厳しくなってきました。本格的な冬も間近。温かい鍋が恋しくなる季節です。今日は冬の定番、チゲ風豚キムチうどんを作ります。今日の材料はこちら。野菜1人当たり 180g 取れる献立です。豚キムチうどんといったらニラを使いますが、ちょっと高かったので、今日は代わりに豆苗を入れたいと思います。豆苗は長さ半分に切ります。長ネギは1センチ幅の斜め切りにします。椎茸は軸を切り落として薄切りにします。きのこには旨味たっぷりなので、ちょっと入れてあげるだけでも美味しくなります。えのきや舞茸を入れてあげると、より風味豊かに仕上がります。今日のチゲ風うどんのポイントは、本格的なコクと辛みを出すためにコチュジャンと味噌を使います。水 400ml にコチュジャン、味噌、酒を各大さじ1、おろし生姜とおろしにんにくを入れて、香りよく食欲そそる味わいに仕上げます。深めのフライパンにごま油を熱し、豚こま肉を広げながら並べます。豚こま肉は塊になっていると硬くなってしまいますので、丁寧に広げながら炒めてあげます。キムチもここで一緒に炒めてあげることで酸味が和らいでコクもアップします。旨味がギュッと凝縮してとっても美味しくなりますよ。お肉の色が変わったら、先ほど合わせた煮汁を入れて煮立てます。長ネギと椎茸、冷凍うどんを加えて約3分間煮ます。冷凍うどんを使えばさっと煮るだけで完成するので、とっても楽ちんです。煮ている間にささっと水菜のサラダを作ります。水菜は白っぽいですが、実は緑黄色野菜の一つです。ビタミン、ミネラルや食物繊維がたっぷりで、栄養バランスのいいお野菜です。食感のアクセントにきゅうりを入れます。最近はトマトがとても高かったのであまり使ってなかったのですが、今日は久しぶりに安かったので買ってきました。今年は猛暑でトマトが取れずに価格が例年の2倍以上になってたみたいです。ボウルに野菜と塩昆布 5g、ごま油大さじ1を合わせてあえて完成です。最後に豆苗を加えてさっと煮て、いりごまを振ります。さっと煮込むだけであっという間に体がポカポカ温まるチゲ風豚キムチうどんの完成です。美味しそうにできました。麺料理は炭水化物に偏りがちですが、お肉や野菜をたっぷり入れてあげれば一品だけでも大満足。栄養もたっぷりで体も喜ぶ美味しさになります。水菜のサラダはみずみずしい食感がとっても美味しいです。甘みが強いゴールデンキウイ。実は緑色のキウイよりもビタミン C がたっぷり。風邪予防にぜひおすすめです。今日も外はひんやり寒くて、温かい飲み物が恋しくなります。今年ももうすぐ12月。友人の結婚式や息子の誕生日、クリスマスもあってイベントが盛りだくさんです。
日はカブが安く手に入ったので、生姜がふわっと香る厚揚げとカブの和風とろみ煮を作ります。材料はこちら。野菜1人当たり 190g 取れる献立です。厚揚げは一口大に切ります。カブは皮を剥いて6等分のくし切りにします。カブの葉もビタミンや食物繊維が豊富ですので、葉も残さず食べたいと思います。カブの葉は2センチ幅に切ります。椎茸は軸を切り落とし薄切りにします。フライパンに油を熱し、厚揚げとカブを入れて中火で炒めます。食べ物には体を冷やすものと温めるものがあって、寒い季節に摂れる食材は体を温めてくれるものがたくさんあります。その中でも土の中で育った根菜類、カブもそうですが、ビタミンやミネラルを豊富に含んでいて、冷え解消効果に優れていると言われています。今日の味付けもとっても簡単。めんつゆを使えば手軽に出汁香る優しいスープに仕上がります。生姜も入れて体の芯からポカポカに。椎茸とおつゆを入れて煮立ったら蓋をして10分煮込みます。冷蔵庫にあったきゅうりを使って箸休めメニューを作ります。きゅうりは薄い輪切りにして塩で揉んで5分置きます。きゅうり1本に対して小さじ4分の1を入れて、手で軽く混ぜながらなじませます。きゅうりから水分が出てきたら、手でギュッと絞って汁気を切って、酢大さじ1、砂糖大さじ1/2、いりごま小さじ1とあえて完成です。昨日使った豆苗が余っているのでお味噌汁に入れます。卵を入れて彩りと栄養もアップ。鍋にだしを中火で温めて溶き卵を回し入れます。余った豆苗をたっぷり入れた具だくさん味噌汁の完成です。10分経ったらカブの葉を加えてさっと煮ます。最後に水溶き片栗粉でとろみをつけたら完成です。とろみをつけることで食材に味がよくなじむのはもちろん、料理を冷めにくくするので、寒い冬でも最後まで温かい料理を楽しむことができます。とろっとしたかぶに煮汁がたっぷり染み込んで心和む味わいです。厚揚げからもうまみが出ていてとっても美味しいです。これはぜひ寒い日に食べていただきたい一品です。味付けはめんつゆでささっと作れますので、ぜひ皆様お試しください。
今日も朝から肌寒く、本格的な冬の訪れを感じます。冬になると食べたくなるのがクリームシチュー。子供の頃からの大好物で、シチューにパンをつけて食べるのが大好きでした。今日は冷蔵庫にある食材で、ルーを使わずにほっこり優しいシチューを作ります。今日の材料はこちら。野菜1人当たり 200g 取れる献立です。今日はキノコたっぷりのチキンクリームシチュー。玉ねぎとキノコを使ったシチューは香り豊かで旨味たっぷり。火の通りも早いのでささっと作れるのも嬉しいポイントです。鶏もも肉は表面についている水分をペーパーで拭き取ります。余分な油や筋を取り除き、一口大に切ります。鍋にバター 15g を熱し、鶏もも肉を入れて中火で炒めます。表面に焼き色がついてきたら玉ねぎときのこを加えてさらに炒めます。野菜がしんなりしたら弱火にして小麦粉を加えて全体を炒め合わせます。粉っぽさがなくなってきたら牛乳 500ml とコンソメ1/2個分を入れて混ぜます。あとは蓋をして10分煮るだけ。牛乳は煮立てすぎると焦げやすくて膜を張りやすくなりますので、火加減は弱めの中火にして煮立てないように気をつけます。煮ている間に水菜とゆで卵のサラダを作ります。水菜は3センチ幅に切ります。ゆで卵を入れると食べ応えが出て満足感が上がります。ドレッシングはお家にある材料で簡単に作れますので、ぜひ皆様作ってみてください。最後にバターを加えてコクを出し、塩と粗挽き黒胡椒で味を整えたら完成です。シチューの香りで部屋中が美味しい香りでいっぱいです。寒い日に食べるクリームシチューは最高。クリーミーな優しい味わいで心がほっと和みます。温かいシチューには水菜のサラダがぴったり。お手軽なシーザー風のドレッシングで野菜がもりもり食べられます。皆さんもぜひ作ってみてください。日が落ちるのがだいぶ早くなってきました。明るい時間が短くなったせいもあって、一日があっという間に過ぎ去っていく感覚がします。さて、今日は鶏団子が美味しい中華スープを作ります。今日の材料はこちら。野菜1人当たり 190g 取れる献立です。おととい買ったカブが残っていたので、スープに入れて食べきりたいと思います。皮を剥いてくし切りにします。
カブの葉は2センチ幅に切ります。今日の鶏団子には長ネギを入れます。両面に切り込みを入れてあげると簡単にみじん切りにすることができますよ。ボウルに鶏ひき肉と長ネギ、おろし生姜1/2かけ分、醤油小さじ1、片栗粉大さじ1を入れてよく混ぜ合わせます。鍋に水 400ml、鶏ガラスープの素小さじ1と1/2、醤油大さじ1/2を入れて煮立てて、かぶを入れて蓋をして約5分間煮ます。今日の副菜はきんぴらごぼう。人参は縦半分に切って斜め切りに。ごぼうは流水で洗ってたわしで皮の表面を軽くこすり取ります。ごぼうも人参と同じように切って水にさらしてアクを抜きます。5分経ったら鶏団子をスプーンですくいながら鍋に陥れます。アクが出てきたらすくい取って蓋をして3分煮ます。フライパンにごま油を熱し、唐辛子と人参とごぼうを入れて中火で炒めて、ごぼうと人参がしんなりしたら醤油大さじ1、みりん大さじ1、砂糖大さじ1/2を加えて汁気が少なくなるまで炒めます。最後にいりごまを振ったら完成です。鶏団子とかぶに火が通ったのを確認して、かぶの葉をさっと入れます。弱火にして水溶き片栗粉を入れてとろみをつけて、塩と粗挽き黒胡椒で味を整えて、香り付けのごま油を垂らしたら完成です。今日は体がポカポカ温まる鶏団子とかぶの中華スープ。寒い日に食べるあったかいスープは体にしみる味わいです。息子は鶏団子が大好き。美味しそうに食べてくれてとっても嬉しかったです。今日は朝から雨がしとしと降っています。静かな雨の音はとても心地よくて心が癒されます。さあ、今週もラスト1日。金曜日の晩ご飯は家族みんなが大好きな唐揚げを作りたいと思います。今日の唐揚げは鶏胸肉とごぼうを使います。ごぼうは5ミリ幅の斜め切りにして水にさらしてアクを取ります。鶏胸肉は一口大に切ります。ニンニクと生姜を効かせた甘辛ダレで下味をつけますが、つけ置き時間は不要です。しっかり揉み込んで味を染み込ませて、汁気を切って片栗粉をまぶします。フライパンに底1センチの油を引いて、鶏胸肉の皮目を下にして並べて中火で揚げ焼きにします。私はめんどくさがり屋なので、隣でごぼうも一緒に揚げていますが、フライパンのサイズに対して食材が多すぎますので、皆様は2回に分けて揚げ焼きにしていただければと思います。カラッと揚がったら、網付きバットなどの上に乗せて油を切ります。揚げ物にはさっぱりとした副菜がおすすめ。今日は玉ねぎと貝割れ大根の和風サラダを作ります。玉ねぎと貝割れ大根は水にさらすと
適度に辛みが抜けて食べやすくなります。ボウルに野菜とごま油大さじ1、醤油大さじ1/2、酢小さじ1を入れて削り節を合わせて和えたら完成です。今日のお味噌汁はぶなしめじ。だしを温めてぶなしめじを入れてひと煮立ちさせて弱火にして味噌を溶き入れます。今日も時間をかけずにささっと晩ご飯の出来上がり。カリカリに揚がった唐揚げはご飯がもりもり進むこと間違いなしです。香りのいいごぼうの唐揚げは癖になる味わいでおつまみにもぴったりです。鶏胸肉の唐揚げはボリューム満点で食べ応え抜群です。マヨネーズにつけて食べても美味しいですよ。今週は旬の野菜を使って体がポカポカ温まるご飯を楽しむことができました。簡単に作れるものばかりですので、ぜひ皆様作ってみてください。それではまた。皆様の食卓に笑顔があふれますように。